皆様こんにちは。シタラスハンドメイドのサラです。チャンネルをご覧いただきありがとうございます。そしてチャンネル登録、高評価、コメントなんかも本当にありがとうございます。とっても励みになっています。今回はですね、こちらのサボテン、じゃじゃん、こちらを編んでいきたいと思います。お手入れ一切不要です。水やりも一切不要です。はい、サボテンも枯らしちゃうよという方、私もです。はい、一緒に編んでいきましょう。はい、で今回ですね、必要な材料、まずですね、このサボテンカラーの、糸、私はですね、このダイソーさんのリサイクルレース糸、こちらを使っています。でもうちょっと太い糸だともうちょっと大きなものができるかなと思います。でこのサボテンカラーの糸と、あとお花の色2種類にしました。この中心の色と外の花びらですねの部分の色、ここ一緒にしちゃうよっていう場合は1種類で大丈夫ですね。この2種類のお花の糸と、あとですね、このサボテンの外、このバッテンバッテンのところ、このチクチクをですね、このレース編んで編んだんですけれども、これ1個細いサイズなんですね。この外のサボテンのところはこの20太っていうこの糸で、一つ細い、ちょっと細さがね、トゲのところはちょっと細い糸で編んでます。でこの糸と、あと糸に対する針ととじ針と、あとハサミですね。であとこのね、お花とサボテンをくっつけるためにこのボンドを使ってます。あとですね、このサボテンの中に綿が詰まっています。私はね、このキルト紙ちっちゃく切ったやつ、これをねいっぱい詰めました。布何でもいいと思います。なんかいらなくなった布とかね、余ってる綿とかこの中に詰めていくのでね、そちらご準備ください。では早速編んでいきましょう。はい、それでは編んでいきます。まずですね、鎖編みを編んでいきます。糸の下、針を入れてくるっと回して、根元を押さえながらかけて引っ張ってくる。ここから鎖編み19目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、最後ですね。はい、こんな感じで編めました。そしたらこの一つ隣を飛ばして、ここですね、ここに一回引き抜いていきます。引き抜いたら隣の目に細編みを一つ、そしてその隣にも細編みを一つ、そしたらその隣からですね、隣の目編む前に今編んだ細編みのここですね、この編み目に針を入れて糸を引っ張ってきて、で隣の目に針を入れて糸を引っ張ってきて、今3本かかった状態でかけて一気に引き抜いてあげる。また同じ目作っていきます。今編んだここですね、ここ針が、糸がここから出ているここですね、ここに針を入れて糸を引っ張ってきて、で隣の目に針を入れて糸をかけて引っ張ってくる。で3本一気に糸をかけて引っ張ってあげる。
この編み方を13回編んでいきます。なので今2回編んだので、あと11回ですね。針を1回ここに入れて糸を引っ張ってきて、隣の目に針を入れて、ここでも糸を引っ張ってきて、で3本一気に引き抜いていく、この編み方でずっと編んでみてください。最後の、向こうから数えると、ここが一番端の目なんですけども、端から1、2、この2つのここまで、端から言うと1、2、3個目までこの編み方で編んでみてください。はい、今向こうから1、2、3個目の目を編んでいきます。ここに針を入れて糸を引っ張ってきて、ここが1、2、3個目ですね。ここに針を入れて、そして3本いっぺんに引っ張ってあげる。でここまで来たら、向こうから2個目は細編みを1つ、そして一番端は引き抜き編みになります。引き抜きます。これで1列編めました。そしたら1回鎖編みをしてくるっと回転させます。でここからまた編んでいきます。この段もですね、また同じ繰り返しになります。一つの横を飛ばして、その隣に引き抜いていきます。そしたらここですね、ここに1本取って細編みを1つで、隣も1本取って細編みを1つ、そしたらまた先ほどと同じ、ここ糸が出ているここですね、ここに針を入れて糸を取ってきたら、隣針を入れて1本取ってくる。そして引っ張ってあげる。この編み方をまた13回繰り返していきます。針を入れて糸を引っ張ってきて、で隣の目に針を入れて引っ張ってきて、3本一気に引き抜く。この目に針を入れてあげて引っ張ってきて、隣の目に針を入れて、ここですね、1本だけ取ってあげて、で3本いっぺんに引っ張ってくる。ずっとこれも編んでみてください。今この編み方で12個きたところで、最後13個目ですね。ここに針を入れて引っ張ってきて、向こう1目を取ってあげて、3本一気に引っ張ってあげる。そしたら隣は細編みで、最後は引き抜き。はい、これで1列編めました。そしたら1回鎖編みを編んで回転させます。でまた同じ繰り返しですね。この隣の隣、ここに引き抜いてあげて、で隣の目に向こう1目を取っていきますね。向こう1本を取って細編み、隣も細編み、そしてここから今編んだ細編みのここに針を入れて引っ張ってきて、隣の目向こう1本取って引っ張ってきて、3本いっぺんに引っ張る。
今編んだこの目に針を入れて1本引っ張り、隣の目向こう1目取って引っ張り、3本一気に引っ張ってくる。こんな感じでね、またここも上の方まで編んできてください。今この編み方で12目編んできて、最後13目目ですね。ここに針を入れて糸を引っ張ってきて、で隣の目に針を入れて引っ張ってきて3本いっぺんに引っ張る。そしたら隣の目、最後2目残ってるんですけども、この上から2番目の目には細編みを1つ、そして最後の目は引き抜き編みですね。向こう1目を取って引き抜いていきます。これでこの段も編み終わりました。そしたら1回鎖編みを編んでくるっとひっくり返してあげます。また同じ繰り返しなんですね。これしばらく編み続けていきます。まずこの隣の隣へ引き抜いてあげて、で隣の目には向こう1目ですね、取る感じで、細編み、隣も細編み、そしたらここから細編みのここですね、針を入れてあげて糸を引っ張る。この隣も引っ張る。こんな感じですね。糸を入れて糸を引っ張ってきて、隣の目も引っ張ってきて3本一気に、こんな感じでこの目もね13目ここ編んでみてください。はい、今12目この編み方できて、最後13目目ですね。針を入れて、この針を入れて3本一気に引き抜く。で隣の目は細編み1目、そして最後の目は引き抜きます。ここねだいぶ狭くなっているんですけれども、ちょっと細かく見ながらね引き抜いてきます。はい、この目が終わりました。こんな感じでね編み方全く一緒です。そうするとこうお山ができてきますよね。しばらくこの編み方でずっとこう編んでみてください。行ったり来たりですね。はい、今こんな感じでしばらく編んできました。こんな感じで編んでいって、最後の鎖編みで止まっているところです。でこう見ると最初の糸がこう右に出ていて、最後というかね、今編んできてここに鎖編み作ったところですね。これ皆さんのセンスなんですけれども、この長さね大きくするとこんな感じの大きいサボテンができます、ね、もうちょっと編みたいわっていう場合はね、ここからもう少し編んであげてください。でもうちょっとほっそりしたサボテンがいいわっていう場合はね、ここもうちょっと細くして、今私が、このお山端数えないとしたら 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 個のこのお山ができています。ラインというかね、ここでここから今からここを閉じていきます。なのでその閉じる分だけね糸を多めに取ってカットしてあげてください。ちょっと長めに糸をカットします。でここからここを閉じる前に先にこのトゲトゲを編んでいきたいと思います。外側にね。なのでまずこの輪っかをね、今鎖編みここで編んでいるので、この輪をピーッと引っ張ってあげるとここほつれないので、この糸はこのまんまにしてトゲトゲの糸ですね。私はこんな感じでね
一つこれよりも細い糸で編んでいきます。でこれもね大体の長さでカットしたらこんな感じでね針に糸を通したら、これ裏で見えないのでね普通にこの玉留めしていきたいと思います。でこのお山になるところですね、ここにうまいことこうバッテンバッテンバッテンって入れていきたいので、このねお山になるところ裏から針を入れてこんな感じで入れたら、ちょっとね玉留め大きくしてもいいかもしれないですね。スッと抜けちゃうので大きめにねこれ飛び出ないような感じで玉留めで優しくねこんな感じでやったら斜めに一回こう入れてあげて、で反対側からこんな感じでバッテンができました。これをねもう皆様のセンスでねお好きなところにこうトゲトゲ入れてってあげてください。何個とかね決まりは全然ないのでね、ここバッテンを多くしたいなと思ったらねもうどんどん入れてってあげてくださいね。よいしょ。こんな感じでしばらくねいっぱいこうお山があるのでいろんなところにトゲトゲ入れてってあげてください。はい、今こんな感じで全体的にバッテンがつきました。でここからね最後のここくっつけたところのお山にもこのトゲトゲ置いてあげたいので、今編んできたこの白い糸は横に切らずにこのまま置いてあげてください。で最後の編んできたこの緑の糸ですね、今右に来ています。ここの最初上の輪っかを絞っていきたいと思います。先ほど長く取ったこの糸の端をとじ針にかけてあげたら、この丸の部分ですね、頭の部分拾っていきます。今こんな感じでね右の方から糸出ているんですけど、これとまずこの輪っかの端ですね、頭拾ってあげてキュッと、で隣のこのお山のてっぺんですね、ここをこんな感じで2本すくってあげます。隣のお山もちょっと1本ずつすくっていきますね。結構こうかっちり編んでしまったのでね、針がなかなか入っていかないですね。こんな感じでねお山のてっぺん2本ずつ、ね、一気にこう編める方は一気にこう2本取ってあげてくださいね。こんな感じで一周くるっとこのお山のてっぺん2本ずつすくってあげてください。はい、今こんな感じでね一周くるっと頭をすくいました。そしたらこのままねキューッと引っ張ってあげてください。ね、この輪が縮まりますね。キューッと引っ張ったらここからね今度この横をつなげていきます。よいしょ。こんな感じで合わせてね最後ギューッと絞ってあげて、このまま続けて横編んでいきます。上と下こんな感じで重ねたら、まず今下の方からこう糸があるんですけれども、
上のこの2本を取ってあげる。上の2本を取ってあげて引っ張ります。そしたら下の1本、ここですね、これをすくってあげる。もう一回いきますかな。お隣の上の2本、ここですね、上の2本すくってあげたら、下はこの1本をすくってあげます。よいしょ。上の2本をすくってあげて、下の1本をすくってあげる。上の2本をすくってあげて、下1本をすくってあげる。こんな感じでね、ずっとここ編んでみてください。はい、今こんな感じでね、端っこまでピーッと編んできました。そしたらこのままね、つなげたまんま最後ここの口を閉じるので、このまま糸は置いときましょう。そして先ほどのこの白い糸を使ってね、ここのお山の部分、ここにまたこのバッテンを少し編み入れていきます。こんな感じでね、先ほどの糸針に戻してバッテンを編んであげてください。今バッテンを編んで中で玉留めして糸も中に入れちゃいました。こんな感じでね、だんだん形になってきましたよね。でここで輪を締めていくんですけれども、その前にね、中に綿を詰めていきます。上からどんどん綿を入れていきます。こんな感じである程度綿が詰まったら、この上も絞っていきます。ここもね、同じく頭のところをすくっていきます。こんな感じでね、2本すくっていきます。でね、これなかなかね、結構きっちり結んであるのに、なんか1本しか取れないわっていう場合は1本でも大丈夫です。ここがギューッと縛れればね、この上にお花が乗るので全く目立たないのでね、とりあえずここを絞っていこうということでね、頭のてっぺん拾ってみてください。こんな感じでね、一周今くるっと編んできて、ここを絞っていきます。キューッと引っ張ります。そしたらここね、ここ上からお花が乗るのでね、見えなくなります。なのでこの辺ね、糸をもう一周ぐらいしてあげて、ちょっとね、糸処理をしていきます。ここがね、ほどけなかったら大丈夫なのでね、ちょっとくるくるくる見えないところにね、編み入れてってあげて、糸処理してあげてください。これでサボテンの部分は完成です。続いてお花編んでいきたいと思います。はい、それでは続いてお花の部分を編んでいきたいと思います。まずですね、お花の中心ですね。指に糸をくるくるくる3回かけたら、針を下通して、引っ掛けて、下を通って右に糸を引っ張っていきます。
で1回かけてあげて指から外します。ここからこの輪っかの中に細編みを6回編み入れていきます。1、2、3、4、5、6。そしたらこの輪っかを縮めていきます。糸の端をキュキュキュッと引っ張ると縮む方があるので、縮む糸の頭の部分をピッと引っ張ってきます。そうするとね、輪が縮んできます。ある程度縮んだらこの端をギューッと引っ張るとこの輪っかがちっちゃくなります。で、ここからお花中心の色と外の花びらの色変えないよっていう場合はこのまま編み進めてください。で、私は今回花びらの色を変えていこうと思うので、ここで一旦糸処理をしていきたいと思います。まずね、ここでもう糸をカットします。で、この輪っかを引っ張ってあげて、この一番最初の頭の部分に後ろから針を入れてあげて、で、前から後ろへ糸を持ってきます。そしたらこの今出ているここに戻してあげたいので、出ているところ裏から針を入れてあげて、で、糸を後ろへ引っ張ってあげる。これでつながってきます。で、この裏にですね、糸処理してってあげてください。結構細かいのでね、ちょっととじ針なんかを使ってこの裏にね、糸を入れてってあげてください。続いて糸の色を変えていきます。まずこれですね、針、糸の下を通したらくるっと回してあげて、1回かけてこの輪っかの中を通ってきます。で、このちいちゃなね、この丸のどこでもいいんですけれども、ここの隙間ですね、2本取ってあげて、糸後ろにこの輪っかをかけて前に引っ張ってきてあげます。こんな感じで。そしたらここから鎖編みを2回、1、2、鎖編み2回編めたら、同じところに長編みを2個編み入れます。かけて同じスペースですね、長編みを1回、もう1回同じ目ですね。そしたら鎖編みを2目編んで隣のスペースに引き抜きます。そしたらここでまた鎖編みを2目編んで、で、長編みを同じ目に2目入れていきます。長編みを1回、もう1回同じスペースに長編みですね。そしたら鎖編みを2回編んで隣のスペースに引き抜きます。この繰り返しですね。よいしょ、引き抜きます。そしたらまた鎖編みを2目編んで長編みを同じスペースに2回編んで、1、2、そしたら鎖編みを2回編んで
隣のスペースに引き抜きます。こんな感じでね、最後まで編み入れてみてください。はい、今こんな感じでぐるっと編んできました。花びらが1、2、3、4、5、6、7個できたところです。で、長編みが2つ入って鎖編み2目編んだところで、この輪っかを最初のこのスペースにね引き抜いていくんですけれども、後ろから引き抜きたいので、後ろから最初のスペースのところに前針を出してあげて、この輪っかをね前から後ろへ引っ張ってあげる。そしたら、この糸をカットして後ろに糸を引き抜いてきます。この輪っかをねビーッと引っ張ってきます。そしたらこの紐は糸ですね。この糸は後ろのところに糸処理していってください。はい、これでお花とサボテン完成しました。もしねこのサボテンの方もうちょっと綿冷たいわっていう場合、この時にねこの穴からちょっとだけこうやって綿を私追加したんですけれども、綿入れてあげてこう形を整えてあげてください。でここからこのお花をどっち側でもいいんですけれどもね、私はボンドでつけていきたいと思います。お花の裏にボンドを少しつけたら、このまま上に乗せていきます。でね、このまま乾くまで待ちましょう。はい、完成しました。こんな感じでね、可愛いですね。で、今回私はこういう陶器のね器に、これ下穴開いているのでね、下に紙クシュクシュって敷いてあります。薄いね梱包する時の紙ですね。で上にうっすら石を敷いて、これ全部ダイソーさんで揃うやつですね。でこんな感じでしたら、この上にサボテンを乗せたいと思います。はい、こんな感じです。できましたね。このままテーブルの上とかに置いたら可愛いですし、何しろねやっぱり枯れないので、はい、お手入れいらないよっていうね、とっても便利なサボテンちゃん、ぜひ皆さんも作ってみてくださいね。では今回もここまでお付き合いありがとうございます。もしよかったらねグッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントなんかもいただけるととっても嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。